また、ビッグニュースが舞い込んでまいりました。なんとですね、フジテレビに対してトヨタグループが CM を差し止めると。先日我々もね、インターステラテクノロジーズってロケットの会社に出資していただきましたが、本当に日本の産業界を支えるトヨタグループがなんとですね、フジテレビにもう CM 出さないと。これはすごいよ。これはすごい。僕ね、正直、きっかけを狙ってたのかな。きっかけはフジテレビ自身が多分自爆したみたいな話なんだけど、多分今までの関係性とかもあって、なんとなくテレビ CM ずっとテレビに流し続けてたんだけど、トヨタって実はトヨタイムズっていうですね、温度メディアやってて、最近動画にすごい力を入れてて、僕先日秋尾会長に会ったって言いましたけど、やっぱ顔を覚えるんだよね。秋尾会長の。だから初めて会った気がしない。お互い初めて会った気しませんね、なんて話をしてたんですけど、それぐらい、だって会社の普通の大手企業の社長とか会長の顔って、日本経済新聞読んでるような人だったら知ってるかもしれないけど、一般人知らないよね。でも、秋尾会長の顔みんな結構知ってると思うんですよ。なぜかっていうと、それは温度メディアをやってるからなんですよ。テレビ局って何が濃すいかって、あいつら CM のスポンサーやってんのに、企業の会社の顔、社長とかテレビ番組に出演させたりとかしないでしょ。フジテレビの社長は出るんだよ。日枝久志からの時代からずっと出てんだよ。濃すいのよ。全然だって放送法に CM スポンサーの社長の顔を出すななんてね、一言も書いてませんから。あいつらの独自ルールで会社の社長を出すんだったらどうのこうのみたいなことを、いやそんなことはちょっとできないんでとか、わけわかんないこと言い出すんだけど、だって、うちほら、福岡でクロス FM ってラジオ局やってるんですけど、この間ガーシーさんにスポンサーやってもらって、冠スポンサーやってもらって、ガーシーさん多分3、4時間出演してましたよ。6時間番組の中で。でも全然別に総務省から怒られるわけでもなく、放送法に触れるわけでもなく、何の問題もなく、ラジオだったらやれてるんですよ。あれだから、ただのテレビ局の奴らが作った独自ルールなんですよ。だから俺何が言いたいかっていうと、報道は独立してますとかって言いながら、不祥事とかあったらめちゃくちゃ叩くじゃないですか。CM スポンサーだろうがなんだろうが。報道の独立なんです、これはと。でも自分たちの事件やんないじゃん。自分たちの不祥事は一切ね、大して報道しねえくせによ。だから、やっぱトヨタグループも腹立ってたんだと思うんですよ。なんでこんな大金払ってディスられて、しかも社長の顔も出さねえ。なんなんだこの会社みたいな。ふざけてんじゃねえかと。って思ってたんだと僕は思いますよ。だから僕その意味でですね、もうこれから動画も温度メディアの時代で、だからホリエモンチャンネルってやっぱ皆さん見られてるじゃないですか。だからこういうフジテレビの問題とか出てきた時にやっぱ真っ先に見ますよね。だって僕本音で話してるし、実際にいろんな目に遭ってるから。だから多分トヨタも温度メディアで自分たちが発信したい内容を直接発信した方が絶対いいし、そこに対して投資してれば、YouTube の広告収入だって上がってくるし、自分たちの車の CM だって別にその中で流すことができるし、そもそもそれ一つのね、新しい新車種が出たらこれに対してじっくり YouTube で話すこともできるわけじゃないですか。だからテレビ CM なんかやる必要ないんだよ。もうきっかけを多分狙ってただけで、今回きっかけはフジテレビですよ。他のテレビ局にも CM 出稿止まるかもしれないよ。だから明日は我が身だと思って見て置いた方がいいかもしれない。他のテレビ局も。だからここで僕は前から言ってたように、フジテレビを買収しようとしてた時にやろうとしてたことをもう一回皆さんおさらいしてください。僕はサブスクリプション、Amazon プライムとかですね、そういったことをやろうとしてたんですよ。テレビ局っていうのは新聞社と違って広告収入一本足打法なんで、こういうことが起きた時にめちゃくちゃ弱いんですよ。だから、しかもスポンサーに配慮して、ちょっと過激なコンテンツとかはちょっと控えてください。それはスポンサーにクレームが入るからなんだけど、ノイジーマイノリティがうざいから、そういう風になっちゃうんだけど、これがサブスクリプションだったら、別になんか薬物やって捕まったピエール滝さんだって別にもうバンバン出てるわけじゃん。ネットフリックスとかには。地上波テレビ局には出れないのにね。だからそういうことになっちゃうから、半分ぐらいは少なくともサブスクリプションで、やるべきだったんだよ。i モードとか力入れりゃよかったんだよ。そこで会員獲得しとけば、フジテレビオンデマンドの会員数、今もう数千万人ですよ。もしかしたら海外進出して億超えてるかもしれない。みたいな構造改革もやった方がいいと思っていて、今回だからまさにトヨタがこれスポンサー降りるっていうのは、めちゃくちゃ激震だし、これはもうね、現経営陣は日枝久志以下ですね。彼がもう最大権力者なんで、日枝久志がいなくならない限り、フジテレビのこの体質は変わらないし、スポンサーも戻ってこないと思います。なので、皆さんで株を買えばですね、
その辺はうまく、今の経営陣を全員クビにしてですね、新しい経営陣で経営改革できるんじゃないかなと思います。一番簡単なことを言いますと、まず PBR というですね、一株当たりの総資産、一株当たり純資産っていうのがですね、実はフジテレビって 0.5 倍を切ってるんですよ。つまり、持ってる現預金とか不動産とかそういった資産ありますよね。それの純資産部分ね、負債とかさっぴいた部分に関して、0.5 倍を切ってるってことは、単純計算すると今持ってる資産全部売ったら、今の株価が倍になるってことですよ。という話なんですよ。だからすごいバリュー株なんですよ。だけど、認定放送持ち株会社で、放送法税でですね、3分の1以上を単一株主が持てない、つまりオーナーが作れなかったりとか、そういうこすいことを政治家にロビー活動して、ゴリゴリやってるわけ。外国人持ち株比率 20% 以上にしないとか。これはね、テレビ朝日を昔、ルパート・マードックと孫正義が組んで買収しようとした時にできた法律なんですよ。要は表向きは放送をですね、例えば中国とかの企業に牛耳られたら大変なことになるっていうことだったんだけど、それまでそんな規制なかったんですからね。要はそれは買収されたくないから作った買収防止策なんですよ。で、それを政治家とかを通じてそういうことやってるわけ。で、なんでそんなことができるかっていうと、特に地方局が多いんだけど、政治家の指定が息子とか娘がテレビ局にいんのよ。親のコネですよ。それでロビー活動やってるこすい連中なわけよ。もうテレビ局もフジテレビなんか芸能人の指定とか政治家の指定とか大企業の指定とかばっかだよ。本当に。だから、そうやってコネを作ってきてる汚い奴らなわけですよ。まあみんな知ってたと思うんだけどさ、ジャニーズの問題と一緒でさ、なかなかさ、メディアの支配者がさ、抑え込んでるからこんな大問題にならなかったんだけど、中山正宏くんの問題からそういう風になっちゃってるわけ今。主に 3K ビルっていうですね、戦後のどさくさでですね、大手町とかですね、ああいう都心の一等地の土地を安く払い下げられたものを運用してる会社なんですよ。だから本業と全く関係ないわけ。売りゃはいいんですよ。だけど、天下り先になっちゃってるから、要は出世コースを離れた社員がそこの役員とかなっちゃったりとかするわけですよ。だから必要なわけ、3K ビルとかが。で、そこそこ稼いでるから給料ももらえんじゃんっていう、もう完全に社員の互助会みたいな組織になっちゃってるわけですよ。株主なんか置き去りですよ。だけど今回チャンスだよ。不祥事で、これは責任取ってやめてもらうしかないじゃない、日枝久志以下。これ、もう社会的大義がありますから、皆さん堂々と株買って、やめろって言えますよ。しかも、現経営陣を追い出したら、3K ビルとか売っちゃえばいいんだから。そしたら、株価倍になっちゃいますよ、下手すると。できればの話ですけど。ということも勘案して、ハッシュタグ、日枝久志出てこいで、みんなで株を買うみたいなことをやると、これは面白いことになるんじゃないかなって思いました。いやー、まさかトヨタさんが CM を引き上げるとは。ということで、いってらっしゃい。